今からリアスタビライザーブッシュとスタビライザーリンクの交換をやります。整備動画需要がないのは分かってるんですけど、よろしければお付き合いください。今回使うパーツ一覧です。スタビライザーブッシュ、スタビライザーブラケットで、スタビリンクで、スタビリンクのナットです。あとね、純正グリスがあります。で、ちょっと注意点があるんですけど、BZR と BZG で、このスタビブッシュとか、パーツ番号が違います。で、ここにね、今、16って書いてるんですけど、K が 16mm だと思われます。で、確かね、BZR は 18mm だったんで、その辺はもしね、買う人いたらご注意ください。で、うちの車ね、記録簿見る限り、27年間、このブッシュも、リアのスタビリンクも、多分ね、1回も変えてないと思われます。で、部品自体も、とても安いんですけど、ただ、ディーラーとかに出すと、工賃でおそらく3万円ぐらいはするものだと思われます。じゃあちょっと部品を見ていきますかね。これ設計図です。で、これがスタビライザーブッシュです。で、スタビリンクは、この車の場合、サスペンションにくっついています。こんな感じです。じゃあね、ちょっと車の下潜ってどんな感じかお見せします。スタビライザーリンク、ここにあります。で、反対側が、これです。じゃあ今からね、こいつを取り外します。よし、取れました。大変だわ。よいしょ。
これが取り外したリアのスタビライザーブッシュです。カチカチになってます。こっち新品ね。でこっちが外したやつなんですけど、ちょっと穴が楕円形になったりとか形が崩れてますね。まあ寿命でいいと思います。たださっき、27年間交換してないんじゃないかって言ったんですけど、多分こいつは交換されてると思います。でその理由後で説明します。ここなんですけど、なんかね、シャシーブラックがなんか塗った跡がありますよね。だから多分ね、一回ブッシュは交換してるんじゃないかと思います。でちょっと表面があまりにもひどいんで、ちょっとね、このヤスリで磨きます。では新しいスタビブッシュにグリスを塗っていきます。使うのはこれ。やっぱりラバーグリスが水に強いんで一番いいと思います。で、これ向きがあって、こういうふうに切れ目がある方が後ろ側になります。じゃあね、今から取り付けます。
ここのトルク、19.1 ニュートンメーターってなってました。じゃあ20で締めときます。よいしょ。よし。よいしょ。とにかくね、整備性潜りながら撮影してっからきつい。よいしょ。よし。よいしょ。ああ、きつい。よいしょ。まだグリス出てるな。はい、これでスタビブッシュは、スタビブッシュの作業は完了です。で、こっからね、スタビリンクの方やっていきます。あ、ちょっと休憩して、スタビリンクに取っかかります。ちなみにね、このスタビリンクって、スタビライザーってこう、向こう左右に動くんで、あんまり心配しなくていいです。こんな感じでね。勝手にセンター、整えることができます。じゃあ、スタビリンクの方外していきます。これ車庫長変えてるから案外簡単に取れましたね。こんなに簡単に取れること普通ないと思うんですけどね。むちゃくちゃ簡単に取れました。じゃあちょっとここ掃除します。この古いナットはこういう風にロックナットになってたんですけど、今度つける新しいナットは普通のナットになってました。まあでもこれ純正品なんでこれでいいんでしょうね。こんな感じ。
特に向きはないみたいです。とりあえず仮止めして反対側行きます。綺麗だね。反対側も外していきます。なんか遠回りしてますね。むっちゃやりにくい。この向きが逆やから方向がね、右回りか左回りかわからんくなる。どうしても共回りしてしまうんで、こういう風に5ミリの六角レンチを引っ掛けて回してやるとなんとかね回ります。よいしょ。もうちょっとですね。
やっと取れそうです。取れた。取れた。いや、時間かかった。20分ぐらいかかった。錆びてる。やっぱすげえ錆びてましたね。よし。これが、取り外した右リアのスタビリンクです。こういうとこ、もう破けてますね。で、こっちが左リアですね。こっちはね、ここ、グリスがちょっと漏れてますね。で、あとね、ここがね、異様に錆びてまして、で、これでね、全然取れない。もう友回りばっかりして全然取れなかったです。どっちみちこれ、車検、次の車検 100% アウトだったんで、交換できてよかったです。もうね、車検の時にね、毎回これ指摘されるのもう嫌だ。ということでね、今回はもうこれで一安心です。このスタビリンクって一時締めした方がいいんですかね。そこがいつも、悩みのところでして、やるんだったらここのねナックル持ち上げて締めればいいと思うんですけど、そこを、なんかいらない気もするんだよね。どっちなんだろう。ここのトルクは 44.1 ニュートンメーターです。45で設定しました。ちょっとこれ厳しいね。いけるか。ああ、危ない。よいしょ。
片付けの方も終わりました。3時間以上作業をやってました。楽しかったんですけどきつかった。で、ブッシュの状態から乗り心地とかもそんなに変わらないと思います。だから今日はちょっと試乗はやらないんですけど、でフロントの方のスタビブッシュも注文しておいて、もうすでに注文してるんですけど、でそれも後日取り付ける予定です。はい。こういうアクエリアスとかもう死ぬほどうまかったです。はい、では今回はこれで終わります。それでは。